このぐらいになるね。こういうふうになりますね。パッと出るんですね。で、大事なことは肩と腰の角度、それもパッとつけた時のこのアングル、これを変えずに進むことね。これがこうなるとよくない。もう一回。ここで肩と腰、剣の角度を変えずにまっすぐ入っていく。で、これをね、左のグリップも強くすると、これが悪さをする。もう一回いこう。グリップ強くするとね、これが右の強さを邪魔をするんだね。しっかりね、ギュッと持ってるよ。左も持つとね、そう、拮抗が始まってね、こういう感じになる。OK。もう一回同じようにね。で、これをもっとリラックスさせる。リラックスさせる。そうすると、はい、グッと力。そうするとね、タイとつながる感じがあるんだよね。この感じにつながって構造的な強さで入っていけるんですけども、ここに左のリストというか、このグリップが強いとリストがこうなるから、グッと入るとね、これにてこの原理というか、これにこれがね動かされるんだよね。そうするとせっかくこれが強いのが弱くなる、脆くなるから、あーってなるから、このリラックスしてね、もうこの状態にしておけばスーッと入っていける。はい、ストップたら、そこ今ここが今こうなってるんですよね。そう、それだとちょっとチェンジしていきますよ。いきますよ。はい、ダウン。はい。そう、でもこっちもグッとくる。剣がくるね。そう。だからこれをね、ちょっと黒柳さん来て、ちょっとよく見といて。ちょっとここでね、こうなっちゃダメ。はい。こうなるとこれも入ってくるから、はい、ここに入るね。そうすると来てもスッとこう止められるから、そのためには手の内、これが右で上げて左で巻いてくるっと戻す。これがつながったままだとどうしてもここに手がくるから、ここです。わかる？こう言ってはいけません。急がば回れ。はい。ここに入れる。それはさっきのこれと一緒。わかる？こう言っては危ないですからね。はい、もう一回。もう一回。下段の斜めの形、角度っていうのはとても重要で、その角度のまま上げていけばスーッと対応できていく。この角度から来てもね、それはこういうふうに上げちゃうとダメですよ。体の中入ってくるからね、入ってくるからね。この角度であれば入ってこれない。かといって逆にこうなりすぎると受けすぎちゃうから、斜めっていうの大事ね。こっちに逃がしていく。それをここから入って、このぐらいいきます。巻くのをちょっと待つ。早くやるとすぐバンといってるように見えるんですけど、これは丁寧に侵入させる。そうするとここの長さで重さが効いてくるんですが、それが、はい、ついて、もうこういこうとすると、すぐに行こうとするとこの短さだから弱いのね、力が。それがもっと長く、はい、グッと入れてあげる。この長さを利用して落としてあげる。OK。この重さの乗せ方だろうね。ここに重さを乗せつつ、ここも下げてあげる。これだけだったら重さは乗らないし、これだけだったらうまく螺旋に絡め取るようにはいけないので、
こういうふうに落としていく。これのね面白いところは、相手の剣を奪う動きと自分の剣を相手に突きつける動きが一つの円の中に含まれてるってことですね。ここでこう逆手なんかするとこう来るからね、これをずらして逆手、空いてるところを持ってここの上げとこれが一緒になってるんですね。スッと入って、それでこうスッと入って、右手を持ち替える、ここはつける、そう、人差し指、人差し指、そうで左手を相手の剣ね、そう、そしてドン、アップ、グッとグッと、ベリーグッド。 OK。 じゃあやってみよう。はい、合わせて、そう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 で、そう、 OK、 そうからドン、そう、とってもいい。はい、ありがとうございます。これをノルウェーの先生に教えてください。はい、ノルウェー行って、はい、師匠、ティーチャーにね、はい、そうつけて、それで、お、そうですね、これの技の名前は角端崩し。もう一回。角端崩し。角端崩し。崩し。崩し。これは河野先生が名付けてくださった名前です。私の先生、ティーチャー、マスター、河野慎吾さん先生がつけてくださった名前です。大刀というよりは対小刀、もしくはナイフに対してさばきで間に合うかっていうところを突き詰めた稽古です。はい、もうこのぐらいになるね。この貝突きの大事なところは一旦小指に押さえをかけさせること。はい、ありがとうございます。一旦小指に押さえをかけさせることです。ここのね、ここが大事になります。これで、剣をここに位置することができます。でこれが抜けたりすると落ちてしまいますし、握ってしまうと後ろにもうこれ以上引けませんから、小指を乗せることで後ろに引けますから、すごい近接前でも対応できるんですよね。これをまずは身につけることです。一瞬左が出ます。出てその足がついてかつかないかぐらいの感覚です、僕は。その時に右を出すんですね。この流れに塚出し、鞘出しか、鞘出し塚取り、これですね。ここをこれ止めて鞘引きをしないことね。もうこの流れでいっちゃう。そのためには鞘引きっていう頭を抜いとかないと、消しとかないとダメ。こういうのは消しとかないといけない。もうこのままいっちゃう。その動き、力を抜いて、リラックスね、力を抜いて、それでこの動きをあっと持っていかれる。あっと持っていく。これが大事。これ踏ん張ってぐっと腰を落として踏ん張って力を入れて、こうしても何も起きません。何も起きません。リラックスして脱力して、それでこうふっと持っていく。これが大事。何気なくその時に左を出すっていうことだけは認識しとかないと、考えておかない。右じゃなくて左ね。これだけ。その時に左がついたかつかないかの時に右が出るね。ここで出ます。で、スッと素早く出した右足を止めるためにもう一度この左足をここに当てます。で、当てるんですが、今日です。今日の少し全体稽古始まる前にちょっと気がついたんですけど、この左足を今まではこのようにしてストップしてました。当ててましたが、こうなりました。これがこうなりました。はい。ちょっと足の甲側を返してね、指の背中側をつける。そうすることでちょっとその肩の力みが抜けて、次の動きに自然とつながりやすくなるんです。そこは変わったかな。ちょっと足の方としておいて、今までのやり方は
こういう足の寄せ方だったんですが、これを改めてこういうふうになりましたね。そこが変わりましたので、はい、またそれはいつか演舞か何かでお伝えすることになると思います。こういう形かな、よくあるので、ね、こういう形でさや引きをして、でこう横に切ってこういう形になるとは思うんですが、私がやる場合は、自分の体の感覚、実感から言うと、今までいろいろやりましたが、ここでやるよりはこの位置ですね、だんだんアニメ的になっていくんですけどね、あんまりさや引きの距離もないしね、でもここが一番力が使えるんです。この辺の力、この辺の力でやってはいけない。前腕から先の力でやっては力はあまり使えません。前腕よりも付け根側、上腕、それから肩、もしかしたらこの辺の鎖骨のあたりのこの辺も働いてるかもわからない。ここの一番付け根の強いところ、そこを使ってあげて、これがパッと出るんですね。それを留一線でやるときには、常にこの状態で敵に立ち向かうわけにはいかない。とっさの時っていうのはいつかわからない状態ですから、こう構えた状態じゃない、もうこういう状態です。とっさの時、こういう位置とか来る。この時に抜けるかどうかに抜かないといけませんので、この状態からこの状態に立った状態から、いわゆる私の抜き付けの形に瞬間的に入っていかなきゃいけないとなると、僕の今やってるやり方は軸足を置いちゃダメなんですよ。左をわずかに引くんですね。でそれに重心が一緒にいくと何も起きないけど、重心はむしろ前に行くぐらいのつもりにしておく。左を引いた時に、そうするとこうなります。小さく抜いて前に行く。この何気なさです。何気ないって大事。それが意図的に力を出そうとするとできないんですよ。こういう感じになると流れができないからダメ。何気なくいかないと続いていかない流れがね。この何気なさをまず体にインプットしてあげる。そうしたら次のこと、それは体がある程度記憶したので、次にそれにこの抜き付けの力が出る、腕の付け根が使えるこの位置に持ってきてあげる。こういう口は切っておきます。ここからこの状態、これもすぐにできるでしょう。そしたら今度は引いて右足が出る、その時にこういう口から切っ先が離れる、抜けるところまでをやります。ただし足の裏はまだ浮いてる状態でそれをやらないといけないと。ちょっとやってみますね。ここまでですね。これがドンと乗るとダメですよ。これじゃダメです。ですから何気ない動きなんですけど、とても大事にしているところは守らなきゃいけない。引いて出る、その時のこれがフローティングしてるね、フローティングしてる最中にこういう口から切っ先が離れることができるかどうか。それができればそれ以上の速さを自分で出そうとする必要はないです。これでいいんですね。意識はここにあります。手で速さを出そうなんて思ってないです。これが左足がね下がって右が出てフローティングしてる最中にこういう口から切っ先が抜けるかっていうことに重きを置いておいて、ただなんとなく漠然とした速さを出そうとしてしまうとそれは違うんですね。で次にやることは、これを左を引いて右がまだ浮いている時に抜き切りました。その時にこの切り手首を使ってピッとここまで剣を持っていきます。そうすると剣の走り、切っ先の走り、スイングスピードが出ます。スッとそれにまだ力が抜けてますから、左足がスライドして前に持っていかれるんですね。持っていくことでここで止まってた剣がここまで流れてくれるんです。でそれに合わせて左の鞘も戻してあげないとこういう感じになりますから、これをスッとここに戻してあげる。そこまでやりますね。
ふっとこうなります。これは一つ一つ手順を追っていかないととても難しい。入ってもう考えなくても体がその最適なところで動けますよってなった時に、少しずつその先と進めていきながら、最終的な一致を得ていくということですね。ここから抜く時の剣の軽さっていうのは体術にも生きてきます。ごめんね、ちょっと全然日本語でわからないと思うけど、ちょっとやりましょう。こうしますから、この両手で押さえてください。がっちりね。そうで、これ普通で抜くとしっかりね、普通にこの位置でさえ引きを使って抜くとなるとこういう感じでダメなんですね。ここの力が出ないんですね。こういうふうになるとね、こういうふうになる。でこれをここにセットして抜きますよ。そうするともうこういう感じで通るんですね。これがね、ふっとここで通っちゃう。だけどそれだけじゃない。ここにあるからだけじゃなくて、何でもかんでも教えますけどね、伝えますけどねこれが大事なんですよ。これをね、抜き切るまで刃を上向きにして手首をこの角度で抜いてから平にしましょうなんてことをやると多分いかない。こうなる。で今度は逆に最初から平にして抜きましょうとなると、もう一回こうなる。受けがとってもいいね。今日初めてお会いする人だけど、何にも忖度もないし、その感度はとってもいいね。もう一回いくよ。ここで抜くとね、こうなる。だけどこれが僕が何言ってるかさっぱり分かってないはず。ここからこう回しながら抜いていくとどんどんこっちに行くんですねこれがね、こうやって行くんですよ。ですから刀を抜く時も腕の付け根、右の肩、肩甲骨、その辺の周りの筋肉、そういうのの骨格の働きもあるんでしょう。もっと違うところの働きもあるんでしょう。このそうね、使おう。この角度で使う。今刃が上向きの形です。そこから抜きながらだんだんと平にしていきます。完全な平にまではならないでしょう。抜き切った後になるまではね。そうしていくとこれがこうバーンとこっちに通っていくわけです。この位置。OK、インプット OK。はい、外します。そのまま。そこからこれを平に。そこをイメージしてここにあるものだと思ってこれを入れていくイメージ。タラさんはね、こうなの。わかる？タラさんはのこれがこういかない。 OK。 これがこう。タラさんはタラさんはこれがの、これがの、こういかないと、こういかないといけど、タラさんはこうなってるから、ここがつらいね。ストッピングしちゃう。OK。まだやっぱりね、武術の体になってないところがある。剣っていうのはソードトレーニング、マーシャルアーツのソードトレーニングは今のようにこうハンドもソードのように使える。これはジャパニーズマーシャルアーツです。それは実際に剣を持って稽古したことで学習する、スタディする、身につく。スタディそう。 OK。よし、じゃあここまでにしよう。